はい、坂井翔吾です。昨日、区形波の 50% ということを言って、終わってます。区形波には、その箱の、形の波というか、波形がですね、1対1、50% と 50% だとこういう音になると、実際に聞いてみましょう。箱が1対1なので 50% なのでやや差異波に近い形なのでやや似た音色になります。これが 25%、つまり1対3になるとこのような音色でちょっと鼻にかかったような尖った感じになりますね。そしてこれが1対7、12.5% になると、はい、さらにこのちょっと鼻にかかり方がさらに強まった感じになります。はい、今日は残り時間で、昨日モーツァルトの、曲を聴きましたけども、それをさらにメロディーは 50%、アルベルティバスの、伴奏が 25% などの組み合わせ、合計9種類あります。これを残り時間、メドレーで次々と出していきます。その違いを、ぜひ、音色の違いを感じてください。違いを感じていただけましたでしょうか。以上です。また明日。はい、坂井翔吾です。今日の東京地方は、夏日になると言われた割にはそんなに暑くはないですね。さっきまで曇ってましたけど、まあ今晴れてます。第3回目、8ビットミュージックのチップス、第3回目、になりました。昨日、YouTube の方で、なんだっけ、まあ、マリオの土管からこう、キラーが出てたっけな、その T シャツ着てたんですけども、お揃いですねっていうお話をいただきまして、今日は、もっと、お揃いが多い T シャツを着ました。去年のフェスで、やったやつですね。これは去年本番が終わりまして家に帰る時に、この T シャツを着て帰ったんですけども、皆さん着てますから、もう電車の中この T シャツだらけっていう感じで全くもう風景に紛れて、自宅に帰りました。はい、あとそうだ、ロジックをお使いなんですねっていうお話もいただきました。はい、ロジック使っております。僕はもうロジック歴何年 2.6 からですので、なんだかんだもう、20何年、27、8年はロジックですね。はい、今日の、猫はサバちゃんです。はい、昨日じゃなくて今朝、ツイッターで書きましたように、今日の第3回目では、区形波のデューティーというやつを、やりました。9種類を、メドレーでどんどん流しましたけども、結構まあ違いが分かんないっていう人もいるかもしれないな、あれだと。何が一体違うんだっていう人もいるかもしれません。僕はもう全然違うだろうと思うんですけども、それはやっぱりその音を専門にしてるからそう思うんであって、あ、ピコピコねってもう、例えばまあ僕も昔は演歌聴いてると全部同じ曲に聞こえたりしてましたけども、まあ演歌も演歌で聴けばいろいろとありますね。やっぱり深く知ると、いろいろ細かい微妙な差が見えてくるっていうのはよくあることなんで、はい。で、そこでツイッターの方に予告もしましたけれども、当時はですね、僕がその8ビットの音楽を仕事としてやってたのは、
87年から一番最後のバルダーダッシュっていうのが92年ぐらいだったと思うんですけども、まあその頃っていうのは、サンプリング、今のようにね、iPhone でそのボイスメモでデジタルサンプリングなんていうのそんなのはできませんでしたので、当時シンクラビアっていうサンプリングする、シンセサイザーが1億円、ヒゲが立つと言われてますけど、1億円だったら、当時だったら、でも当時バブルか。バブルの絶頂に89年がバブルの絶頂だったんですけども、そっか、1億円だとオークションって当時言ってましたから、そうか、家が建つっていうのはそういうことですね。シンクラビアが1億円、それからあと、イーミュフェアライトの CMI、あそこら辺が1000万、久石譲さんとかが持ってらっしゃったのかな、確か。とにかく、サンプリングしてその波形を見て、解析するなんてことはできなかったんですね。ですので、当時感じてたのは、クケ波デューティーの 50% を使うと、すごくボリュームが大きく感じたんですね。まあ、すごく明るい音なんで、まあ前に出てくる。そういったこともあって、で、12.5% ってディストーションギターっぽいフレーズなんかに使いたいと思ってまして、ワーウルフ、どこだ、タカラトミーから出たんだっけな。ワーウルフ、ウェアウルフっていうのかな。狼の男のやつのゲームを作った時なんかは、割とこうディストーションギターっぽいサウンドが多いんで、12.5% を対応したんですけども、まあなんでしょう、ちょっとボリュームがね、ちょっと低い感じがするんです。だけど当時はそんな感覚だけであって、数値として、見えたわけではありません。で、昨今ラウドネスメーターっていうのがありまして、それでですね、測ったんですよ。その長年の疑問を解消するために。そしたらですね、ちょっとお待ちください。LUFS っていう単位なんですけども、12.5% だと、ベロシティ98の C3 で、ブーっと10秒間ぐらい流して、計測しましたら、8.6、12.5 が 8.6、25が 6.7、50% が 5.6、12.5 の 8.6 と 8.6LUFS と 50% の 5.6LUFS の間では 3LUFS 違います。3違うったら結構でかいです。だからこんだけやっぱりなんでしょう。50% の区形波を使うと明るく聞こえて、で、前に出た感じがある。まあ大きく聞こえる。で、12.5 だとちょっと奥まるというような感じがあるっていうのは、ラウドネスメーターで測るとそのイメージっていうかその通りだったんだなっていうのはわかります。そんなようなこともありまして、区形波。まあ、当時はまだ MD もなかった。MD っていうのは多分90年過ぎてから出てきたと思うんですけども、とにかく、デジタルからを、アナログにする DAC、DA コンバーターっていうのは CD っていうものについてたんで、割と比較的普及していた安易に手に入ったんですね、簡単には。ですが、AD っていうのがもう手に入らなくて、もうどうやってやっていいのかわかんない。で、この後、デルタモチュレーションとかそういったことをどうやってやったかっていうこともお話しできればと思うんですけども、アナログ、例えばボイスサンプリングするだってもうその機会がないわけですね、その当時。で、買おうと思ったらフェアライト買おうと思ったら1000万。シンクラビア買おうと思ったら1億円という世界ですので、もう、なんでしょう。できなかったんですけども、DAT がありまして、DAT には AD コンバーター、そしてコーシャルアウトでデジタルに、RCA ケーブルで送ることができたっていうことがありまして、そんなようなことを使ったりもしました。はい、第3回目、こんなあたりで、今日はおとなしく最後までいてくれました。サバちゃんと一緒にお送りしました。はい、また明日も、今日平日なんですね。今日は、皆さんお仕事お疲れ様です。明日も平日ですが、明日、そして、この後、明日は何をやるんだっけな、何をやろうとしたんだっけな、三角かな。はい、お楽しみにしていただける人が、ほんの少しでも、頑張ってやっていこうと思いますので、応援いただけると助かります。はい、どうもありがとうございました。失礼します。